姫街道とは本街道に対する脇街道の一般的な呼び名で、いくつか存在します。その中でもおそらく一番有名なのは、東海道の五湯宿と見附宿、または浜松宿間を迂回する本坂通りかと思います。今日はこの姫街道こと本坂通りを走ってみたいと思います。ゴールは静岡県の浜松宿です。おはようございます。私は今、愛知県豊川市の東海道五湯宿にある五湯の松並木資料館に来ています。朝早く、まだ資料館は開館していません。今日は大変な道のりになることがもう分かっているので、早速出発します。好きでやってることとはいえ、気が重い。まずは五湯川沿いを走り、東海道まで行きます。ここから以前走った東海道となります。ここから姫街道が東海道から分岐します。左には常夜灯と道しるべがありますが、道の反対側から移設されたものです。国道1号と名鉄名古屋本線を越え、ここからは県道5号を走ります。今日走る姫街道こと本坂通りの歴史は古く、平安時代にはすでに利用されていた記録が残っています。本坂通りが姫街道と呼ばれるようになった由来についてはいくつか説があります。最も一般的に信じられているのは、女性に対して厳しい取り調べがあった東海道の荒井関所を避けるために、女性に好んで利用されたからという説です。関所ではよく言われる入り鉄砲で女の検閲が行われましたが、荒井関所では入り女にも手形が必要とされました。また、男装して関所破りをする女性を見抜くため、女改めという下半身を確認することも行われていたため、これを嫌った女性が多かったとも言われています。他にも本街道に対して副的な意味で姫と呼ばれた説、女性が浜名湖の今切れの私で渡るリスクを避けた説、今切れという地名の縁起の悪さを女性が嫌った説などいくつかあります。そんな裏ルートの姫街道でしたが、1707年の宝永地震により今切れの私が壊滅した後には、こちらの道にも宿場が置かれ、公式に認められるようになりました。また、ここ豊川市内の姫街道は蓬莱寺や秋葉山に参拝するためにもよく利用されました。伊勢神宮におかげ詣に行く際にこの2カ所に立ち寄るため、あえて遠回りをした人も多かったようです。この左には豊川稲荷があり、ついでに参拝した旅人も一定数いたようです。中央町1丁目交差点で以前走った稲街道を横切ります。名鉄豊川線と JR 飯田線の線路を渡ります。馬場で国道151号を渡ります。ここからしばらくは国道362号を走ります。この辺りに三橋の一里塚があったようです。旧睦見村を走ります。東郷の集落に入ります。東郷には豊川を渡るための渡船場があったため、旧街道の街並みの雰囲気が少し残っています。
回はここから東郷の渡しで豊川を渡ります。東郷橋で豊川を渡り豊橋市に入ります。ここから姫街道に戻ります。国道362号に戻ります。この左には馬頭観音像があります。一般的には観音様がメインですが、ここのは馬メインです。ここは脱字交差点で以前走った別所街道を横切ります。ながら一里塚前を通過します。ここながらには吉田宿に向かう道の追い分けがあり、そちらの道も姫街道とされることもあります。だんだんと愛知県と静岡県の県境である山が近づいてきました。ここ市場では道が可燃手となります。国道を外れ姫街道の宿場であった須瀬宿に入っていきます。1707年の宝永地震で東海道が普通になって以降、姫街道には人が押し寄せキャパオーバーとなったため、1764年に幕府が須瀬を宿場と公認しました。車で入れるのはここまでなので、ここからは徒歩となります。スタートしてまだ1時間も経っていませんが、本日最大の難所本坂峠を越えます。結構長いため再生速度は10倍速にしています。等速の動画も用意しましたので、ゆっくり見たい方はそちらをご覧ください。車は峠を越えた先の駐車場に停めてあるため、映像は袋です。今更気づいたのですが、別に片道だけ撮影をすればいいので、国道を歩いてここまで来ればよかったのです。なぜか思いつきもせずに馬鹿正直に峠を越えてきてしまいました。なのですでに足はパンパンの状態で歩いています。この辺りの道はまだ快適です。しかしこの先をすでに見てしまっているため憂鬱です。津山の一里塚に着きました。姫街道では唯一完全な形で残っている一里塚です。道は細くなってきましたが、まだまだ序の口です。旧国道を横切ります。現在は本坂トンネルがあり、そちらが国道362号です。この辺りから本格的な山道となります。どうやらここには茶屋場があったようです。そこそこ歩行者交通量があったこの険しい道で茶屋を開けば、それは儲かったことでしょう。私ももしここに米田があったら間違いなく寄っています。水場跡に着きました。ここからは七曲りというつづら折りの道となります。
先ほど本坂通りは女性が好んで利用したため姫街道と呼ばれるようになった説が有力と言いましたが、異論もあります。その一つがほぼフラットな東海道の見附御湯宿間に比べて本坂通りは道が険しすぎるということです。確かにこの道を当時の女性が好き好んで歩いていたとは思えないくらいの傾斜です。弘法水と呼ばれる水場に着きました。今飲んだら下痢不可避なのでやめておきます。やっと峠の頂上に着きました。風が気持ちいいです。ここから静岡県浜松市に入ります。旧国名も三河から遠江となります。道は下りとなりますが、落ち葉で足元が滑り、結構気を使います。映像も手ぶれがひどくなりますが、ご容赦ください。愛知県側の植林されたであろう森とは違い、原生林っぽさが残る森の中の道を歩きます。この辺りの土壌は石灰岩地質であり、生えている植物も石灰岩地植物が多くなります。林道を横切ります。椿の原生林を歩きます。花の見頃は1月から3月のようです。再び旧国道に出ました。旧国道は蛇行した道ですが、姫街道は直線的であるため、何度か旧国道を横切ることになります。しかしその旧国道もこの本坂峠のほぼ真下を通る新しいトンネルができてからはあまり利用されなくなりました。旧本坂トンネルは心霊スポットとしての方が有名です。鏡岩に着きました。当時の女性はこの岩に姿を映して水黒いしたそうです。結構余裕ありますね。つづら折りの道を下っていきます。徳川家康はこの本坂峠を通って2度浜名湖北部に攻め入っています。何千人もの兵と馬がここを通るのは難儀だったことでしょう。また旧国道を渡ります。ここまで来ればあと少しです。延々とブレブレの映像を見せられて、せっかく動画をご覧いただいていた方もかなり離脱した頃かと思います。見ていると気分が悪くなるという方は、次のチャプターまで動画を飛ばしていただければと思います。やっと視界が開けました。静岡に入ると一気にみかん畑が増えます。ここ浜松市三ヶ日地区は日本有数のみかんの生産地です。国道362号に戻ってきました。左には2体の弘法大師像を祀る弘法堂があります。本坂峠を無事に越えることができました。車の映像に戻ります。国道362号を南に外れます。本坂の集落に入ります。
この先の木谷関所ができるまではこの左に本坂関所があったようです。本来のルートはこの左で、上には馬頭観音と本坂一里塚があります。道が細いので回り込みます。日比沢の集落を走ります。ここ釣りからは国道を北に外れます。井の花湖に注ぐ川を渡り、姫街道の宿場町である三ヶ日宿に入っていきます。本来のルートはここを直進ですが、昼になったので休憩します。JA 三ヶ日に立ち寄ります。三ヶ日といえばみかん、ランチのデザートにみかんソフトを食べました。三ヶ日でよく見かけるこの子は三ヶ日みかんの公式キャラクターみかちゃんです。若く見えますが1979年生まれです。本来のルートに戻り三ヶ日宿を走ります。三ヶ日一里塚跡の前を通り過ぎます。牛の集落に入っていきます。この坂には牛の茶屋があったそうです。みかん畑の中の道を走ります。東名高速道路を渡ります。ここ大利峠の姫街道は厳密には一旦左の山に入り、高速を南に横切ります。この先、旧街道は東名高速三ヶ日インターチェンジにより喪失しているため迂回します。ここから旧街道に戻り、駒場の集落を走ります。一旦県道308号に出ます。黒坂の森の前を走ります。この辺りには大家の茶屋があったと言われています。姫街道第2の難所である稲佐峠へと続く道を登っていきます。車で入れるのはここまでなので、またここから歩きとなります。はい、本日2度目の峠越えです。また再生速度は10倍速にしています。こちらの等速の動画も別で用意してありますので、よろしければご覧ください。車は中間地点である稲佐峠頂上付近にある駐車場に停めてあります。高速道路のインターチェンジに稲佐というのがありますが、ここのことだと今回初めて知りました。稲佐は難読なのでひらがなにしたのでしょう。
右には石投げ岩があり、投げた石が岩の上に乗ると無事に峠を越えることができるそうです。乗らなかった時のリスクを考えてやりません。しばらくはきれいに整備されている道が続きます。姫街道は姫街道を守る会という有志によって復元され維持管理されているため、峠越えの道であっても分かりやすくきれいです。おかげでこうやって歩けているので頭の下がる思いです。坂が急になっていきます。この坂は象泣き坂と呼ばれます。1729年にベトナムから長崎に連れてこられた象が江戸の徳川吉宗に献上されるためにここを通った際に悲鳴を上げたことが名前の由来と言われています。こんな急坂を登らされた象もとんだ災難です。左には奥浜なオレンジロードが走っています。きっと気まぐれに名付けたのでしょう。稲佐峠の頂上に着きました。三ヶ日地区から細江地区に入り峠を下っていきます。車を止めた稲佐峠休憩所を通り過ぎ姫街道を下っていきます。当然後でここまで戻ってくる必要があります。前回の動画でも徒歩区間はありましたが、それほどの距離と傾斜ではありませんでした。しかし今回は2度の峠越えでもう体力は限界に近いです。意外と下りの道も足への負担が大きくて辛いです。前回新調したトレッキングシューズの実力が試されるところですが、今のところ豆ができた様子もなく快適です。この先も県境越えの動画が続くと思いますので買っておいてよかったです。舗装されている道に出ました。今日初めて浜名湖が見えました。浜名湖はもともとは淡水湖でしたが、明王地震によって決壊し海とつながり汽水湖となりました。今切れと呼ばれた湖が決壊した地では東海道は渡船を利用する必要がありましたが、この渡船も宝永地震で壊滅、人々は姫街道に迂回せざるを得ませんでした。ここを間違えて右折してしまいましたが、早めに気づいて引き返して直進しました。平井は5休憩所の横の道を下っていきます。ここまで来ればあと少しです。しかし先ほども言ったように、この後車の止めてある峠に引き返す必要があります。帰り道はオレンジロードで戻ろうかと思いますが、ライダーに人気の道であり頻繁にバイクが通るため別の注意が必要です。やっと車の通れる道まで来ました。車の映像に戻ります。岩根の集落に入っていきます。車に戻ったばかりですが、ここからまた歩きとなります。こういう地元の人しか使わないような道は魅力的です。路面も石畳となっており、旧街道の雰囲気が味わえます。しかしそれを楽しむ余裕は今の私には残っていません。6月になったばかりですが気温も高く、汗だくになりながら坂を登っていきます。ここ小稲沢景勝地で浜名湖がよく見えます。
なんとか登りきりました。車の映像に戻ります。東海地方の人には田植えを真似て海苔を作り始めたといえば誰のことだかわかります。左にはその大だらぼっちの足跡と言われる池があります。そしてまたここから歩きです。このちょこちょこ出てくる歩きが実にしんどいです。体力もさることながらメンタルも削ってきます。左には山田の一里塚跡があります。左には今川義元の家臣であった山村修理の墓があります。比嘉一揆を主導した山村修理は焼け落ちる堀川城を見ながらこの地で自尽したと伝えられています。浜松でゆるキャラやってるこの人もここ飢餓では結構なジェノサイドをやらかしています。車の映像に戻ります。吉本の集落を走ります。呉市の集落を走ります。国道362号に戻り、姫街道の宿場町である飢餓宿に入ります。本来のルートはここを直進ですが寄り道をします。天竜浜名湖鉄道の線路を渡ります。飢餓関所に着きました。先ほど女性は荒井関所の厳しい検閲を避けて姫街道を利用したと言いましたが、飢餓関所の検閲も厳しかったと言われています。本来の飢餓関所は本坂通りにあり、こちらは復元された施設です。本来の姫街道に戻りますが、もう一つ立ち寄りたいところがあります。浜松市姫街道と銅鐸の歴史民族資料館に着きました。こちらの資料館にはこの辺りで出土した弥生時代の銅鐸や浜名湖で行われた漁の漁具などが展示されています。またこの地域は宝永地震による津波によって浜名湖沿岸の水田は壊滅、沿岸にも強いいぐさの栽培に切り替え、畳の生産を行ったそうです。隣にある細江神社は全国的にも珍しい地震よけの神様を祀っています。この地域がいかに地震の影響を受けてきたかがわかります。また近くには犬くぐりがあります。飢餓関所の検閲は厳しく、地元住民の普段の生活に支障があったため、体をかがめ犬ならと追っても良いというガバガバ理論で通行を許可していたようです。本来のルートである国道362号に戻り飢餓宿を走ります。本来の飢餓関所はこの左にありました。ここからは県道261号となります。宮古田川を渡ります。国道を外れますが、国道沿いにはハンバーグで有名な爽やか細江本店があります。本来の姫街道はこの右の道のため、また歩きとなります。本日5回目にして最後の歩きです。もう今日は車に乗っている時間より歩いている時間の方が圧倒的に長いです。時刻は5時近くになり、辺りは暗くなってきました。左には桶狭間の戦いで今川義元を討ち取り、後に徳川家康の家臣となった服部小平太最後の地の碑があります。この辺りはもともと今川領であり、恨みを持った者に討たれたと言われています。
車の映像に戻ります。大井ヶ谷の一里塚跡の前を通ります。明治時代の地図ではすでに今の県道261号が姫街道となっていますが、一本南のこちらの道の方が本来のルートのようです。ここから県道261号に戻り、南東に走ります。この辺りは武田信玄と織田信長、徳川家康連合軍が戦った三方ヶ原の戦いの戦場でした。家康が敗走後に自戒のために描かせた鹿見像は有名です。東大山の一里塚前を通過します。この辺りには姫街道の松並木が残っています。県道261号沿いには約 3.8km にわたって黒松や赤松が約180本植えられています。かつては街道の両側に植えられていたそうですが、道路の拡張によって今は片側のみとなっています。古い木は樹齢200年を超え、江戸時代のリアルな街道を見ているかもしれません。東名高速道路の上を渡ります。左には追分の道しるべがあります。さて、ここから姫街道はルートが3つに分かれます。1つ目はここから東に向かい、一野宿を経由して天竜川を渡り、東海道の江戸から数えて28番目の宿場町である見附宿に向かうルートです。2つ目は一野宿から南下し、東海道の安間追分に向かうルートです。3つ目はこのまま南下し、東海道29番目の宿場町である浜松宿に向かうルートです。一番古いのは1つ目のルートですが、天竜川の東から見附宿までの区間はかなり旧街道は喪失しています。今回は3つ目のルートである国道257号を走り、浜松宿を目指します。国道257号は以前稲街道を行くでも走っており、浜松を起点とし岐阜県庄川村まで続きます。静岡大学浜松キャンパスの前を通ります。左には三方ヶ原の戦いで大敗した家康が一矢報いた犀川家古戦場があります。東海道江戸から数えて29番目の宿場町である浜松宿に入っていきます。浜松城の城下町でもあり、遠江の国で最大の宿場町です。現在の浜松市は全国2位の面積の広さで、面積の約6割を山間部の天竜区が占めますが、人口の約 97% はそれ以外の地区に集中しています。現在、県庁所在地の静岡市よりも浜松市の方が人口は多くなっています。本来の道は可燃手となります。かつてここ連雀町に浜松城大手門の考察場があり、姫街道の起点と言ってもいいでしょう。最後に浜松城に向かいます。浜松城公園に到着しました。浜松城の前身は15世紀頃に築城された城主不明の引間城であると言われています。1514年に今川氏の家臣となった伊能氏の城となり、今川義元の死後は伊能貫達が城主となりました。しかし伊能貫達が今川氏を裏切り、徳川家康と内通した疑いで謀殺されたため、その妻であったお田津の方が城を守ることになりました。
1568年、この地方に侵攻を始めた徳川家康は、正室の築山殿と親交のあったお田津の方に、城を明け渡せば好待遇でもてなす交換条件を提示します。しかしお田津の方はそれを拒否、家康は兵に城を攻めさせます。火落としの鎧をまとい前線したお田津の方でしたが、最後は18人の次女と共に討ち死にしました。お田津の方らの亡骸は埋葬され、その死を悼んだ築山殿によって100本の椿の木が植えられました。椿の木は毎年美しい赤い花を咲かせ、付近の人々はお田津の方を椿姫と呼び、忍びました。その後、1570年に徳川家康が入城し浜松城と改名し、城下町の基礎を築きました。家康は約17年この地で過ごし、1586年にここより東の駿府城に居城を移しました。それからは代々徳川の譜代大名の城となりましたが、明治時代になると廃城令により取り壊されました。今ある天守は1958年に復元されたものです。ご視聴ありがとうございました。